おはようございます。たかしです。本日は1月4日木曜日、ただいま8時31分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。2月からノートメンバーシップとポストプライムのプライム会員価格の値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば2月までに無料期間をお試しください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からですね。現在ポンド円の日足は緑の平行チャンネルの下限付近から反発できるのかどうかというところを見ている途中です。一旦ピンク丸のこの安値ですね。その辺付近まで下落しての昨日は強めの上昇になってきております。ただし今までもそうですけれども強く上昇してきてもすぐに次、切り返して大きく下落するっていうことが繰り返されておりますので、本日も昨日のこの強い上昇がこのまま継続するんではなくって、ここから大きめの下落が入ってくるっていうことも考慮しておく必要があります。日足の GMMA の青帯は下向き、そしてその GMMA に上値を抑えられるように徐々に上値を切り下げてきておりますので、ちょっとこの動き気になりますね。昨日の動きなんかを見ていると強く反発しそうな雰囲気も感じるんですが、その割にはなかなか高値を更新できないという状態が続いてますので、ここでダラダラとこのまま下落していくっていうことも考えられます。ただインジケーターを見ているとそこそこ強くなってきておりますので、そろそろ GMMA の青帯を上抜けるような動きをしてきてもおかしくないと思いますので、今はその GMMA の青帯で今まで上値を抑えられてきたものを突破していけるかどうかっていうところに注目ですね。では4時間足です。4時間足ではこの緑の3損を描いておりました。この3損完成からの下落でもう少し下落してほしいところだったんですが、結構昨日は急激に上昇してきました。こちらはドル円の上昇に引っ張られて、それにつられて上がってきたという感じなんですが、ただ直近の高値まだまだ到達できてませんよね。とは言いましても、この4時間足の GMMA の青帯を今上抜けてきましたので、もし GMMA の青帯でサポートされるのであれば、ここからの上昇の流れ、こんな感じの動きですよね。こういう動きを見ておきたいです。ただ先ほどの日足の動きを見ていると、過去の動きを見ても強く上昇後結構全戻しみたいな動き方をしておりますので、もしかすると本日下落から始まってますが、このまま昨日の安値ぐらいを目指してダラダラと下落していくということも考えられますので、上昇方向をイメージしているのであれば、まずは4時間足の GMMA でしっかりサポートされる、そういう動きをしてくるのを待つのがいいと思います。4時間足ストキャスティクスは高値圏から今デッドクロスしそうですので、基本的に本日は上値が重いと思います。ただ昨日の強い上昇がありますので、下がったところは買われやすいとは思いますが、かといって昨日の高値を上抜けてどんどん上昇するというイメージは今のところありませんので、まずは GMMA の青帯までの下落、そこでサポートされるかどうかっていうところを本日見ておきたいです。では1時間足です。1時間足でここ直近これ下落トレンドができていたんですね。ここですね、12月の年末ぐらいから下落トレンドを作ってまして、その直近の戻り高値がここですね、180.5 付近というこの赤い水平線、これが直近の戻り高値だったんですが、そこを昨日強く上抜けてきました。これで1時間足の目線が今上向きになっているんですね。なおかつ GMMA の青帯も上向いてきてますので、ここからは次のもう一段の上昇ですね、それをイメージしておきたいんですが、今は日足のこの水平線 181.739 というこの日足の水平線にぶつかってきておりますので、そこで昨日は上値を止められて一旦の今調整の下落中です。1時間足では上昇トレンドに入ってきておりますので、まずは一旦の押しを待ちたいですね。本日は調整の下落を待ってからの次の上昇の流れっていうところをイメージしておきたいんですが、1時間足の GMMA との乖離も結構進んでおりますので、調整の下落をするのであれば比較的大きめに下落をしてくる可能性があります。また先ほど4時間足のストキャスティクスも高値圏からデッドクロスしそうなところにありましたので、やはり基本的に本日は下落方向へ動きやすいとは思いますが、1時間足単位で見ると今大きな上昇に対する調整の下落、そして押しをつけに行ってそこからの再上昇してくるというこういう動きがイメージできますので、自分がどの波を狙いに行っているのかっていうのを
しっかりと把握しておく必要がありますね。今1時間足は上昇トレンドに入ろうとしている。つまり1時間足の流れに乗っていくのであれば押し目買いですので、本日は下がってきたところからの次の反発の上昇を見ておくという考え方になります。ただもっと短い時間軸で考えているのであれば、白の水平線にぶつかっての反発下落になってますので、この昨日の高値ぐらいまで上がってきたところでのダブルトップでの下落っていうのも考えられますので、自分が1時間足の波に乗ろうとしているのか、それとも買い足の下落トレンドに乗ろうとしているのか、そのどちらに乗ろうとしているのかをしっかりと見ておく必要があります。大きな動きとしてはこういう緑の矢印の動きをイメージしておりますので、まずは4時間足のストキャスティクスの過熱感を解消しに本日は下落、そこからの次の上昇の流れっていう、こういう一旦下落後の上昇を見ておくとトレードはやりやすいんじゃないかなと思います。では次ドル円です。ドル円の日足からですね、こちらも GMMA の青帯付近まで上昇してきましたと考えると、そろそろ上値が重くなってくるポイントですよね。日足のこの水平線もここにあります。145円というところ、それから145円という切り板、それから GMMA の青帯もありますので、もうちょっと上昇余地はあるんですけれども、そろそろ GMMA に接触するところですので、上値がだんだんと重くなる、そういう領域に入ってきました。今のところ2日連続で陽線、強めの陽線になっておりますので、本日もその流れを引き継ぐ可能性は高いとは思いますが、ただし本日あたりからは上値が重くなってくる、そういうところに来ておりますので、GMMA と接触してくると、やっぱり今 GMMA 下向きじゃないですか。ということは売られやすいんですね。なので、そろそろそういう売られやすいゾーンに入ってきてますよっていうところは認識しておく必要があります。では次4時間足です。とは言いましても4時間足はこの白のトレンドライン、今までずーっと意識されてきた、何度も反発して下落してきたラインを昨日超えてきたんですね。ということはここからは上昇していく可能性が高くなってきます。まずはこの緑丸の高値ですね。145円ぐらい。その辺が先ほど日足では上値が重くなる部分だと言ってましたが、そのあたりまでの上昇、その辺付近を目指して上昇してくるんだろうなっていうのが現在は考えられます。で、今はこの過去お話ししていましたこの緩やかな下落ですね。水色の曲線を描いてますが、こういう緩やかな下落からの上昇になる可能性を話しておりました。昨日はそんな感じになってきましたね。昨日は全然押しをつけずに上昇したので、ちょっとトレードとしては難しかったかもしれませんが、今結果的にはこのトレンドラインを上抜けてきてます。GMMA の青帯も上抜けてますので、まずは GMMA 付近までの押しを待ちたい。そこからの次の上昇ですね。先ほどポンド円でお話ししたのと同じ感じです。こんな感じですね。そして GMMA がこんな感じで上昇してくれば、ここからの次の上昇の流れに乗っていきやすくなると思いますので、本日はその調整の下落を待っておきたいです。では1時間足です。1時間足では直近こういう下落トレンドを描いておりました。こんな感じですね。この黄色のラインみたいな下落トレンドを描いていて、その下落トレンドを今この直近の戻り高値がありますよね。ここを上抜けてきた。ということは、今この下落トレンドを崩しにかかっているということです。1時間足単位では今上昇トレンドを作っているんですね。ただ上昇トレンドを作っているんですが、今この赤い水平線、昨日上抜けてきたこの赤い水平線を上抜けるまでは、1時間足の目線が下だったんですね。今ここを抜けてきたので、1時間足の目線は上、しかも上昇トレンドなので、上昇しやすい試合にはあります。ただし、すぐ上には日足の GMMA も走ってますので、やはりそろそろ上値が重くなるところには来てますが、今のこの上昇トレンドが継続する限りは145円ぐらいまで上昇していくんじゃないかと考えられますので、ただ本日は4時間足でも言いましたように一旦は調整の下落を待ちたいので、この赤の水平線2本3本引いてますけれども、この一番上かもしくは真ん中のラインですね、142.8 付近か142円ぐらい、その辺ぐらいまで押しをつけてからの次の上昇の流れを見ておきたいです。昨日のこの動き、昨日投稿していたのがこの緑の折れ線の動きをイメージしていたんですが、結局昨日は全然押しを作らず上昇していきましたね。ちょっとここでのエントリーは難しかったかもしれませんが、買い足に落とすとここ5分とか15分足レベルではね、昨日のこの午前中から夕方にかけてのここの小さな揉み合い、小さく買い足では下落トレンドを作っているんですが、ここの部分ですね。なので、この部分の買い足5分足とか15分足にするとエントリーできるポイントがありましたので、この辺見ておけたら分かりやすかったかもしれませんね。1時間足では GMMA
GMMA の青帯は上向きですので、この辺付近、昨日の午前中からおそらく上昇するだろうということは分かっていたと思いますが、一旦深めの押しをつけに来るというイメージもありましたので、その辺を1時間足とその買い足ですね、15分足とか5分足で見ておくと、昨日の上昇に乗っていけたかもしれません。ですので本日はまずはこの赤い水平線付近までの下落を待つ、もしくは GMMA の青帯付近までの下落を待って、そこからの上昇の流れっていうのを見ておく。現在は1時間足の調整下落中ですので、まずはこの下落を待ってから、この調整の下落は狙わない方がいいと思います。分かりにくい動きをする可能性が高いので、まず1時間足が上昇トレンドを作っておりますので、下がったところからの押し目買いを狙っていく。ですので、どこで下げ止まるかですね。昨日の夜中からじりじりと下落してきてますので、この下落がどこで止まるのかを見ておく。それを1時間足じゃなくて、買い足ですね。15分とか5分足で下落が止まるのを待って、そこからの次の反転上昇の流れに乗っておくと、1時間足の上昇トレンドに乗っていきますので、その辺見ておくと、本日はドル円かなりトレードがやりやすくなってくるかもしれませんので、買い足のチェックしっかりしておいてください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿しています。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場のコメントも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら今がお得です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。